さあ菅原さん、第15話、来ましたけども、はい、なんか目の前にいますよ。いや前さこの YouTube チャンネルでさスナックプルーフって言ってカエルのお話したじゃん、はい、でそれと同じようなやつでその中空でビニール素材で、ザリガニ、要は、クローフィッシュ、はい、クローフィッシュがあったはずだと。でどこ行っちゃったかなって俺、嘆いてたと思うんだよね。でそれがさ見つかったんだよ。発見ピュッピュッピュッってなるようによく考えられてるでしょ。この番組はご覧の仲間の提供でお送りします。あ、ここにあったみたいな。いいですね。これね、すごいんだよ。さうまく俺あの時言葉で説明できなかったじゃん。でこれさこれジョイントになってんのね。なってます。こういう風にわかる？でここにウエイトが仕込んであるのよ。本当だ。でこれねここポンチで穴開けてあるだけだからこうやってギュッてやると中のウエイトをそう取り出して重いのから鉛もずぐ吹いちゃってるけどこれ中にバレットシンカーをね各サイズ。なるほど。そうもう小さいのはさちっちゃい紙つぶし重りとか入れられるんだよ。はいはい、ガンダマを。それとね絶対こう尻尾の方が下になるじゃん。はい。ね。でこのラインアイにライン結んでピュッピュッと引くとさザリガニがこう後ろにピュッ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 ってなるようになるんだよ。すごい。こうよく考えられてるでしょ。アメリカ人らしからぬでしょ。繊細な。そうでこれはスナックプルーフの、ソフトクローっていう名前なんだよ。でよくできてる。また言っちゃうけどここにケンケンバリが、はいはい、でこっち中空だからさ、こう食った時にこそこはペコペコなんですね。そうここペコペコなの、はいはいはい、だからここに必ずかかるっていう。よくできてるでしょ。すごい。でこれをまあその相模川の砂利穴とかでさ、あるいはなんだ新生湖とかでさこうやるわけだ、でね大学大阪じゃん、とさでかい前回この YouTube で紹介したでかいタックルボックスあるじゃん、バケットマウス、名工さんのあれがもう持ってけないのよ。なるほど。でかいから、だからしょうがないからその小さいそうこの前も紹介したけど千早赤坂に行った、でこの中に入るだけのプラグ類とかスプーン類とかを入れてでまあ関西行くわけだ。だからこれもこの中に入れて行ったわけね。で思い出がすごくあんのにどこ行っちゃったかなと思ってあっち探しこっち探ししてたら出てきたという。すみませんね、なんか菅原この番組のせいで菅原さんちょっと実家をなんか掃除する会の感じに寄与してる感もありますけど若干。いやでもさなんかそういうのこうほじくり出してるとさそれに付随するいろんなこう出てきますよね。思い出が出てこない？出てきます。そうこれがやっぱりね要はわざわざ郵送するわけでもないと。要は新幹線でポッと持っていける、ね。いやでもよくできてますね。なんか当時らしからぬというか、足の具合も。そう。いやこれでちょっと今ねシークロとか言ってチヌ釣ってみたいですね。めっちゃ面白そう。あるいは北丸さんでアイナメとかさ。アイナメとか釣ってみたいですね。そうでしょ。だから三陸行ってアイナメもできると思うんだけど、要はさっきも言ったようにここのウエイトを自分でこうほらこれバレットシンカーだいぶ仕上がってますけどね。だからまあ使い終わった後にね塩分濃度の高いところはね
洗っておくのがいいと思うんだけど、こんなバレットシンカーからガンダマまでちっちゃい紙つぶしまで仕込めるからよくできてる。場所を選ばないっていうかさ。確かにこれでアイナメつったらかっこいいな。これが口に刺さってるアイナメ写真撮りたいですねこれね。面白いでしょ、はこれ。そうだからいわゆるほらワームと違うからさ、耐久性があるんだよちゃんと、ね。結構しっかりしてますもんねこことかね。よくできてるこれ。だからそのいわゆる、南河内の、泉南地域の野池でコバス釣ったりギル釣ったりなんかするのに遊ぶのにちょうどいいなと思って、まあもう帰省する時にさこっちで買って、これはだから向こうで買ったんじゃなくてこっちで買ったと思うんだけど、買って持っていくっていうかさ。すごい。新幹線移動じゃん。はいはいはい。ね。岡野なんかの時ってもうすでに今の形の新幹線。ギリゼロ系までありましたかね。あ、本当。新大阪広島とか、うんうん、要はあっちの山陽新幹線、うん、東海道から先のはまだゼロ系もあったし、あでも東京来るいやでもね2階建て新幹線の時代ですよメインが。ああそうなんだ。ちょっと頭とんがったやつ。あ、はいはい、はい、ちょっと前がね。そうですね、バレットシンカーみたいなやつ。そうだよね、はい、ああ俺が大学時代はもうほぼみんなゼロ系。懐かしいですね。可愛いですよね。あれ一番可愛くてさ、そう何年か前にそのリブート制作されて、あれは東北新幹線だけど、新幹線大爆破があったじゃんか、はいはい、あれの最初の新幹線大爆破、つまり高倉健さんが犯人役で出てくるのに出る新幹線がまだゼロ系の時代のね新幹線なんだよね。あれがなんか俺やっぱりね一番なんか、好きかな。そう、ドクターイエローもあの形でしたもんね。そう確かね。そう食堂車があって。あ、食堂車ってさ今ないんでしょ。今ない、まあ、もうゆっくり食ってる時間もないぐらい早いからじゃないですか多分。分かんないですけど、俺ね俺が現役要するに学生時代はもうバリバリ食堂車の時代よ、はいはい、で俺ほら学生だからさ指定席じゃなくて自由席じゃん、だからさ結構食堂車に行って行こうというかさ、ね、いいですよね。平日の昼間とかさで食堂車のそのビュッフェっていうじゃん、でテーブルについてそしたらまあたまたまそこのテーブルしか空いてなかったね。でカウンターじゃなくてテーブルに座ったら前に大鳥圭介さんわかる？すごいですね。わかる？大鳥圭介、はい、わかりますわかります。大鳥圭介ですポテチンっていうおじさんがいたんですか？兄ちゃんここ空いてるって言うわけよ。で俺一人だったからあどうぞっていう感じで座ったわけ、はい、で俺はその時カレーを頼んだの、ね。そしたら大鳥圭介さんも兄ちゃんと同じものもらえるって言ってカレーを頼んだので、まあ2人で食うわ。学生かとか言うわけで、ね。で要するにそれは上りの新幹線、はい、こっちに帰ってくる新幹線で多分当時大鳥圭介さんは元奥さんの京歌子さんと一緒に「おもろい夫婦」っていう番組をやってたんですね。やったはずなのよ。その向こうだったら関西テレビ、こっちだったらフジテレビでレギュラーでやってたはずなのよ。コロナの、80年代の前半の頃で「兄ちゃんね学生か?」って言うから「はい」「何勉強してんねん」って言うわけ。いや何勉強してんねんっていや芝居ですってねカレー食いながら言ったわけ。進撃かっていうわけよ。当時ってまだ商業演劇ミュージカル進撃って割とこうセパレートで、蜷川幸雄さんがそれこそ商業演劇に進出して、心中天皇網島とか近松心中物語とかやり始めた頃で、まだまだその進撃と
商業演劇あるいは、お笑いの喜劇と例えば吉本新喜劇みたいなものとは全然セパレーツなわけ。何兄ちゃん新劇かっていうわけで、ああみたいな、まあ、芝居みたいなもん大学で勉強するもんかなっていうわけね。で俺はそのなるほどね。喜劇役者としての鳳圭介さんも映画でも見てたし、当然大先輩じゃんこの業界で言えば。だからまあ認めてるわけじゃんか。でカレー食べながらまあ普段どんな稽古してるのかとかどんな芝居やってんだっていう話を。すごいですね。いい時間ですね。そう食べ終わったら俺の分払ってくれた。かっこいいですね。しかもそのアイスコーヒーも飲んでほなって言って、あ芸人さんだなと思ってさ。つまりそうですね。この業界入ってもうねいろんな人とね現場で一緒になったりお話しすることあったけど、初めてなんていうのかな、その芸能人とそれがねすごくその今新幹線の食堂車ビュッフェって言ったけど思い出に残ってんな。おもろい夫婦って割と熟年カップルをスタジオに呼んでその素人のね、はいはい、ゲストトークするその京歌子さんと鳳圭介さんがだからいわゆる新婚さんいらっしゃいの熟年版みたいなそうのが人気で16年間すごい長いやったんだよ。だからまあなんと当時としてももう大ベテランのね、その喜劇役者さんが回すトーク番組だったけど、そうだからなんかもうそのカレーをおごってもらって、いやいい思い出じゃないですか。アイスコーヒー飲んですっかりねなんかすげえな大鳥じゃんと思ってかっこいいですね。でさ俺その近鉄南大阪線の岸っていうところに住んでたじゃん、要するに藤井寺古市のちょっと先のでさ、その岸にはさ宮川左近賞ってわからない？わかんないです。3人で音曲でやるグループがいたの当時。宮川左近さんっていう人が真ん中で、まあ、浪曲をうなるわけよ。でそこに松島画像さんっていう人ギターを弾く人、それから暁照夫さんっていうものすごいその三味線の上手なこの3人でやるのね。でそのギターを弾いてる松島さんっていう人がその岸に住んだの。だからしょっちゅう会うんだわその駅に行く時に。でかいそのギターケースを抱えてで歩くのね。でその四つ辻がこうあって四つ辻じゃない五差路だ。で俺がこう行くとなんか知らないけど向こうから来て会うのよ。で出会い頭に会っちゃうからなんかさ挨拶をするようにそうでまあステージではさ「毎度皆様」のノリでやってる人だけど出会い頭でポンと会って「おはようございます」って言うじゃん。で「おはようございます」って言うとさ「おっ」って言ってそのギターを抱えていつもそうで今度駅から帰りとかで会うとなんかお疲れ様でしたってまあ言いたくなりますよね。そう、おって言ってこうもうそんな感じなんだけど、それがだから82年1982年3年かな。そういいじゃん釣りかとか言ってまあ竿持ってますからね。そう、そんなことがあった。なんかほらこの業界だといろんなね芸能人の人に会ってもうそのドキドキするとかサインくださいとかそういうのないじゃん仕事してると。だからなんか学生時代にでまた当時さ特にその前もちょっと話したけど漫才ブームでもう若い人のそのノリのバラエティ進出がすごい時代だったからそういうなんていうのかな昔の古い芸人さんっていうのの持つ
なんとも言えない哀愁というかさ、オーラというかね。そうでもそれがまたこうほら結構地方から東京に出てきて芸能人に会うとかって話は聞きますけど、菅さんの場合その逆っていうのもいいですよ。そう関西芸人さんたちのね。でもね、俺がその大学で一番感動したのは後年その心斎橋2丁目劇場とかになるんだけど、その前って南海ホールっていうホールだったのね。でそこは貸しホールでそんな大きくなくて、こっちいうところの紀ノ国屋ホールよりもっと小さいようなところでね、テレビ番組の公開収録とかもそこでよくやってたの。お笑いネットワークとかねやってたのね。でそこで俺たちもその小屋で向こうでね自分は学生だったけどその劇団作って自分らで公演もやったりもしてたの、同じ小屋で。で俺たちが仕込みに入る前に何かの番組の収録があって、で要は桜ってわけじゃないけどさ、その客席埋める集客のお客さんの一人として客席にいたわけで、その時に内海恵子よしえさんわかる？今の内海恵子師匠はナイツの師匠だよね、おばあちゃん。当時多分60代だと思うんだけど、その内海恵子よしえ師匠がやったのよね。いわゆる三味線2本でさ、それこそカッポロやったりいろんなその江戸ドイツやったりいろんなこと見せるんだけど、1982年要するにつまりその前年ぐらいにあの2人ってね芸術選奨を取ってるのよ、文部大臣賞が。でその芸術選奨文部大臣賞があったからだと思うんだけど、その収録がこうバーッとやってわーって拍手してではけるのね。でありがとうございましたって言ってしたらさ、三味線をこう調弦し直しながらステージに出てきて、昔はねその大阪の仕事っていうともう旅だったと。すると前日乗りでやってそのまま泊まって、それこそ接待とかもいろいろあって、で興行主さんとね、で翌日東京帰ったもんでしたけど、今は新幹線があるから便利よねっていうわけで、その新幹線まで時間がまだあるとね、せっかくお集まりいただいたんだからちょっとやりましょうかって言って2人でね、要するにテレビの収録時間よりもその何倍も長くやるんだよ。でそれはさ、要するに後に心斎橋2丁目劇場になるところだから、いわば大阪の笑いのもうなんと中心みたいなところじゃん。そこにさ、いわゆる浅草の芸、東京の芸人さんの芸を惜しみなく披露するっていう、その芸人魂というかさ、そうすごいですね。そう、それがなんか俺うわーすげえなと思って。で後年その魔石芸能でそのナイツが師匠になるわけじゃん。ナイツが弟子入りするわけ。うちはなんちゃんもそうだけど、でいい師匠をね選んだなって思った。芸の道とは解いてくれる感じの人ですよね。もうなんかそういう粋ですよね。粋と生き様をね、なんか俺その後その南海ホールで自分ら芝居やるんだけど、そのなんつったらいいんだろうな、東京いわゆる浅草の芸の凄みみたいなものをさ、どうしてもそのこっちから噺家さんが関西に行ったりとか、あるいは漫才師さんが向こうに行く色物もそうだけど行くと、どうしてもその関西の人たちに今でこそさ相互交流ってすごいけど、当時ってまだまだやっぱりその関西のお笑いにこっちから行って勝負するみたいな。そうか、上方 VS みたいな感じなんですね。そうで逆に言うと関西の人も東京に来て勝負するっていうのはまだまだ色濃い時代に、
その大ベテランの内海恵子義恵師匠がね見せた収録後のサービスはね、俺すげえなと思って感動したのを覚えてる。まあありがちなアンコールみたいなのがあるわけでもなく、そうだからもう本当に拍手だったな。おひねり目的でもないんですもんね、もうそう絶対に。そう、でせっかく東京から来たんだし、まだね吉江さん時間あるからやってきましょうよって、あ、そうね恵子姉さんって言いながらさすごいですね。じゃん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 って始めるわけ。もう全然そのテレビでは見せられない結構きつい角度のネタなんだけど、それでもうどっかんどっかんなわけよ、大阪のお客さん。うわすげえなと思った。すごいですね。そういうのもいいな。なんかその大阪に持ち込んで楽しむルアーのお話から、お笑いとザリガニ、そんな、関西に持ち込んだルアーたちのお話でした。菅原正史の物語は、山木商店、綾子姉さん、アル工房、ATFC、大井邦彦様、小野正史様、金井タイル、カムパネラ、北丸、サザンブルー、シークロ、タコ足、調布の屋七、司総研、テル、トド様、羽生拓也様、レストラン&バーバモノス、ミニラ様、ラグーン。以上の仲間の提供でお送りしました。